見に来てくれてありがとう。今回は間違った雑学の第4弾。例えば、あなたはシャワーを浴びるだけでリラックス効果があるって話、本当に正しいと思う？実は、これには意外な落とし穴が。他にも、人体の 70% は水分という常識に隠された意外な真実や、歴史的なエピソードの裏側など、今日も驚きが止まらない情報をお届けします。さらに今回はシリーズ1から3の傑作もお届けするよ。つまり、この動画は最大規模。ぜひ最後まで楽しんでね。1、雲は軽い。雲がふわふわ浮いてるのを見ると軽いイメージがあるけど、実は一つの雲に含まれる水の量は1トン以上になることもあるんだ。大きな雲ならトラック数台分の重さになることも。こんなに重たいのに浮いているなんて不思議だよね。空にトラックが浮かんでるって考えるとちょっとカオスな世界だよね。2、竹は木の一種。竹って木の仲間だと思う人が多いけど、実は草の一種なんだ。竹はイネ科に分類されていて、他の草と同じように柔軟で成長が早いんだよ。例えば竹は1日で1メートル以上伸びることもあるんだ。昔は木と草の区別が明確じゃなかったから、竹は木の一種と思われていたみたい。竹林が木の森みたいに見えるから、そのイメージも影響してるんだよね。でも科学的には草原と呼ぶのが正しいんだ。3、電化製品はコンセントを抜かないと待機電力で損をする。確かに待機電力を使う家電は多いけど、全ての電化製品が使わない時にも電力を消費しているわけじゃないんだよ。使っていない時に電力を消費する家電は主にリモコン操作や時計表示などのためにスタンバイ状態になっている製品なんだ。例えばテレビや電子レンジのデジタル表示部分がそうだね。だから完全にスイッチを切っておけばほとんどの電化製品は電力を消費しないんだよ。この誤解が広まったのは、待機電力を使う家電が増えたことと環境問題に関する啓発が強調された結果、全ての電化製品は常に電力を使っているという表現が生まれてしまったんだね。だから節電するなら待機電力を使う家電に絞って対策するのは効率的だよ。使ってない電化製品も見えない消費をしてるなんて思うとちょっとミステリー家電っぽいよね。宇宙は無重力。宇宙は完全な無重力じゃないんだよ。実は地球の重力がちゃんと届いてるの。ただ国際宇宙ステーションとかが地球を回りながら落ち続けてるから重力を感じなくなっちゃうだけなの。最新の研究で宇宙でも微弱な重力があることが分かってるんだよね。カズも宇宙から戻ってこられるかもしれないね。知らんけど、雷は雲から地面に落ちるだけ。雷って地面に落ちるだけだと思われがちだけど、実は雲の中や雲同士でも発生してるんだ。それだけじゃなく、地面から雲に逆流する雷もあるんだよ。科学の力で観測できるようになってから分かったことなんだ。地面から雷が上がるなんて避ける方向に迷うね。6、北極にはペンギンがいる。ペンギンがいるのは南極？北極にはホッキョクグマがいるから、もしペンギンが北極にいたら食べられちゃうね。これ多分絵本とかに一緒に書かれていたり、あとは北極と南極は同じように寒いところだから、寒いところイコール同じ動物がいるって勘違いされたのも原因の一つだよね。北極ペンギンとか聞いたことがあるよね。絶対にいる。私は探しに行く。7、魚はエラでしか呼吸できない。魚はエラで呼吸してるのは確かだけど、一部の魚は皮膚や腸でも酸素を取り込むことができるんだ。例えばナマズやウナギは湿った環境では皮膚から酸素を吸収することができるんだよ。さらにある種類の魚は腸で酸素を取り込むことで水が少ない環境にも適応してるんだ。これはエラだけでは生き残れない過酷な環境に適応するための進化なんだよね。魚イコールエラで呼吸と思われたのは、ほとんどの魚がエラ呼吸をメインにしているからなんだ。小呼吸や皮膚呼吸をする魚は少数派だし、日常生活ではなかなか知られる機会がなかったんだよ。腸で呼吸って人間にやったら絶対変な感じになるよね。8、ペンギンは氷の上で滑って移動するのが得意。ペンギンが氷の上をツルツル滑ってるイメージあるけど、実はそれってそんなに得意じゃないんだよね。氷の上よりも雪の上を腹ばいで滑る方が得意で、そっちの方が早く進めるんだって。ペンギンさん、氷の上で滑ってる姿がかっこいいけど、実は雪派だったとは。ペンギンさん、やっぱり北極にはいなかったよ。9、コンクリートは固まると完全に動かない。コンクリートは固まると動かないって思うよね。でも
実は温度や湿度の変化で少しずつ膨らんだり縮んだりしているんだ。例えば道路や橋にある目地はこうした微妙な伸縮を吸収するための工夫なんだよ。人間の目には動いているように見えないから。昔はコンクリートは完全に固まると信じられてたみたいだけど、今ではその小さな変化もちゃんと計測されてるんだ。コンクリートがストレッチしてるって聞くとなんだか可愛く感じるね。10、砂漠には砂しかない。砂漠というと砂が広がる暑い場所を想像するけど、実は砂漠とは降水量が極端に少ない地域を指すんだ。南極大陸は年間降水量が 50mm 未満で、これは砂漠の定義に完全に当てはまるんだよ。しかもその広さは約1400万平方キロメートル。サハラ砂漠の3倍以上も広いんだ。これだけ広いのに人間の生活には厳しすぎてほとんど人が住んでいないんだよね。ちなみに南極の氷が溶けたら海面が約60メートルも上昇するっていうから、ただの雪と氷の砂漠って侮れない存在だよね。南極が砂漠だなんてペンギンがここ砂漠ですよって言ったら説得力ありそう。はい、これで第1ラウンド終了。次の10個はもっと深くて面白い雑学どんどんいくよ。11、人体の 70% が水分。この説すっごくよく聞くけど、実はちょっと誤解されてるんだよね。人体の水分量は60から 65% くらいって言われてて、赤ちゃんとかだと 75% に達することもあるの。それに筋肉質な人は水分量が多めで、逆に体脂肪が多い人は水分量が減っちゃうの。それから年齢とともに筋肉が減ると水分量も減って、年配の人だと 50% 台になることもあるんだって。だから 70% が常識っていうのはちょっとざっくりしすぎた話なんだよね。12、チョコレートは犬にとってすぐ命に関わる。犬にチョコをあげたら即死するって言われるけど、実際には毒性がある成分テオブロミンの量次第なんだって。少量なら大丈夫な場合もあるけど、大量に摂取すると危険なのは確かだからあげない方が安心。犬の健康を守るためにはやっぱり注意が必要だよね。もし大切なワンちゃんがチョコを食べちゃった時はこの話を思い出してみてね。落ち着いて最善の対応ができるようにワンちゃんを一緒に守っていこう。13、アリゲーターは瞬きをしない。アリゲーターは瞬きをしないって思う人もいるけど、実際には瞬膜という特別な膜を使って瞬きをしているんだよ。この膜で目を保護することができるんだけど、外から見えないから瞬きをしないと誤解されてたみたい。瞬膜ってなんだかサングラス代わりみたいでおしゃれじゃない？ 14、人間はストレスで白髪になる。ストレスで白髪になるってよく聞くけど、これも科学的には根拠が薄いの。白髪の原因は遺伝や加齢が大きいんだって。ストレスで一時的に髪が抜けることはあるけど、白髪そのものには関係ないんだよ。15、ペンギンは寒い場所にしか住まない。ペンギンといえば南極って言っておいてからの？実は赤道近くのガラパゴス諸島にもペンギンがいるんだって。暑い場所では涼しい洞窟や海で過ごしてるんだ。ペンギンイコール寒い場所ってイメージは南極のペンギンが有名すぎたからなんだろうね。ペンギンさんこんなとこにもいたのね。次は北極に進出なんてどう？ 16、氷山は真っ白。氷山って真っ白なイメージがあるけど、実は青や緑に見えることもあるんだよ。これは氷の密度が高くなると光が屈折して青い色が強調されるからなんだ。昔は気泡が多い白い氷山しか知られていなかったから、氷山は真っ白って思われてたみたい。でも青い氷山を見るとその透明感に感動するよね。青い氷山を見たらかき氷にしたくなるのは私だけ？ 17、鶏は空を飛べない。これも半分嘘。鶏は長時間飛ぶのは苦手だけど、短い距離なら飛べるんだよ。野生の鶏の祖先は飛んで木の上で寝てたくらいなんだから。これ家畜化されて飛ばなくなったイメージが広まったみたい。本気出せば飛べるのね。おだてればいいのかな。18、汗で毒素を排出している。汗をかくとデトックスになるってよく言われるけど、実際には汗で体内の毒素を排出しているわけじゃないの。汗は体温を調節するために出るもので、毒素の処理は肝臓や腎臓がメインで行うんだよ。確かに汗をかくとスッキリした気分にはなるけど、それは気分のリフレッシュ効果みたいなもの。健康にデトックスしたいなら水分補給をしながら体全体の代謝を良くするのがポイントなんだよね。19、ブラックホールは星を吸い込む。
ブラックホールって何でもかんでも吸い込むイメージがあるけど、実は近くにあるものしか影響を受けないんだ。ブラックホールの重力が及ぶ範囲事象の地平線に入らない限り、星や物質は普通に存在し続けられるんだよ。天文学の研究が進んで、吸い込む力にも限界があることが分かってるの。ブラックホールって意外と控えめなんだね。私も無差別吸引力欲しいけど、お掃除ロボットの方が便利かも。20、電球はエジソンが開発した。電球を発明したのはエジソンではないんだよ。実はエジソンが登場する前にも、ジョセフ・スワンやハイニヒ・ゲーベルといった発明家たちが炭素フィラメントを使った電球を開発していたの。だけどそれらはすぐに壊れたり光が弱かったりして、実用化には程遠かったんだよね。そこで登場したのがエジソン。彼は炭素フィラメントを真空環境で長持ちさせる技術を開発したの。それだけじゃなく、彼は電球だけでなく発電所や配電網を作ることで、電球が日常生活に欠かせないものになるよう仕組みを整えたの。エジソンは PR の天才だったんだね。私も宣伝上手になりたい。今のところどれが一番驚いた？まだまだ続くよ。2そ1、コウモリは夜行性。コウモリは夜行性って言われるけど、実は昼間に活動する種類もいるんだよ。例えばフルーツバットなんかは昼間に元気に飛び回ってるんだ。昔の人たちが夜の闇でしかコウモリを見なかったから、全て夜行性と思われてたみたいだね。昼間にコウモリが飛んでたら夜行性を寝坊したわけじゃないんだね。22、フクロウは夜行性。フクロウって夜行性のイメージが強いけど、実は昼間に活動する種類もいるんだよ。例えばコミミズクとかは中高性。意外と夜に眠ってるフクロウもいるのかもね。君も夜行性に寝坊して昼に活動してるわけじゃないんだよね。23、下には味覚マットがある。この誤解は1901年にドイツの学者さんが書いた研究論文の図が原因。甘い味は下の先、苦い味は奥みたいに書かれちゃったの。でも今の研究で舌全体でどの味も感じられることが証明されてるんだ。科学って時々伝言ゲームみたいになるよね。マットって言うから宝探しみたいでワクワクしてたのに。嘘かい。24、ゴリラの鳴き声はウホウホ。ゴリラといえばウホウホって鳴き声のイメージだけど、実際はウホウホ以外にももっといろんな声を出して仲間と会話してるんだよ。低い声だけじゃなくて高い声や特殊な音も出して、ちゃんと言葉みたいに使ってるんだって。映画みたいにウホだけで会話してる世界、意外と平和そうで羨ましい。25、コウモリは目が見えない。コウモリイコール目の見えないって思ってた？実はちゃんと目が見えるし、視力も悪くないんだよ。ただ夜行性だからデコロケーションっていう音で周りを把握する能力を使ってるだけなの。この勘違い、名前のめくらって漢字の影響が大きいみたい。よく見るとコウモリって可愛い目をしてるよね。26、ミツバチは蜜を集めている。ミツバチって蜜を集めてると思うよね。実は蜜を飲んで巣に戻ってから口移しで仲間に渡してるんだ。このチームプレイで花の蜜が濃縮されて蜂蜜になるんだよ。蜜をそのまま集めてると思われてたのは、蜂蜜の作り方が昔はわからなかったからなんだよね。つまり蜂蜜はミツバチのチームプレイの結晶ってことだね。27、毛は剃ると太くなる。この説は昔からよく言われているけど、実は間違いなんだよ。毛を剃ると太く見えるのは切り口が断面になるからなんだよね。断面が広く見えることで毛全体が太くなったように感じるだけなの。実際には剃っただけでは毛そのものが太くなることはないってちゃんと研究で証明されてるんだよ。もし本当に剃るだけで太くなるなら、理髪もハサミで作れるってことになっちゃうよね。私これを知る前は毛を剃るたびに毛が太くならないように神様にお祈りしてたんだよ。27、ウサギは人参しか食べない。ウサギといえば人参って思うけど、実はウサギの主食は牧草なんだよ。人参は糖分が多すぎて、むしろ揚げすぎると健康に悪いこともあるの。これ昔のアニメとかでウサギが人参をかじってるシーンが多かったのが原因だね。ウサギさんごめんね、人参ばっかあげちゃってたよ。28、蜂はみんな刺してくる。蜂はすぐに人を刺すものって思われがちだけど、実はオスバチには針がないんだ。オスバチには針がないのは、針がもともと産卵管が変化したものだからなんだ。産卵しないオスには針が必要ないってことだね。それに蜂が刺すのは基本的に防衛のためなんだよ。
人間を狙って刺すことはほとんどなく、むしろ近づきすぎるとやむを得ず刺すって感じなんだって。私も蜂みたいに怒られた時だけ反撃するタイプです。なんちゃって。29、カラスは真っ黒。カラスって真っ黒なイメージがあるけど、実は光の当たり方によって羽が紫や青っぽく輝くことがあるんだよ。羽の表面が特殊な構造をしていて、光を屈折させることで色が見えるんだ。遠くから見ると黒にしか見えないから真っ黒と思われてるけど、実は意外とカラフルなんだよね。カラスも実はおしゃれさんだったなんて負けてられない。30、カラスは全て黒い。さらにカラフルなカラスさんのお話。実はハシボソガラスやハシブトガラスのように胸やお腹が白い種類もいるんだよ。特に海外では黒白のカラスが普通に見られる地域もあるの。おしゃれすぎてかなわないよ。31、シャワーはリラックスに向いている？シャワーを浴びるとリラックスできるって思いがちだけど、実はこれも場合によるんだよね。シャワーは確かにさっぱりして気分を変えられるんだけど、実際にリラックスするなら湯船に浸かる方が全然効果的なの。その理由がいくつかあって、まず湯船は体の深部をじっくり温めて深部体温を上げてくれるから、副交感神経の優位になって心も体も落ち着くんだって。それに比べてシャワーは体を温める力が弱いから、どっちかというとリフレッシュ向きなんだよね。あと湯船には水圧の効果があって血流が良くなったり、体全体が浮力で軽く感じられてリラックスしやすいんだって。シャワーにはそれがない。私は断然お風呂派。浴槽でスマホをいじる時間がこの世で一番のリラックスタイムだよ。32、ビタミン C を取ると風邪が治る。風邪ひいたらビタミン C っておばあちゃんに言われたことある？でも実は風邪を治す効果はないんだよ。ビタミン C は免疫をサポートする働きがあるだけで風邪の治療にはならないんだって。これ健康食品業界の宣伝も関係してるみたい。うちのおじいちゃんは風邪予防にビタミン C って言っていたわ。さすがおじいちゃん。33、太陽は燃えている火の玉。太陽って燃えてる火の玉だと思われがちだけど、実際は燃えているというより核融合反応でエネルギーを出してるんだよね。水素がヘリウムに変わる時にエネルギーを放出してるの。ちょっと難しいけどすごいよね。核融合で光る太陽、なんか猫の光って感じがするよね。34、ハリネズミの針は毒を持っている。ハリネズミの針には毒があるって言われることもあるけど、実はそんなことないんだ。針はただ鋭いだけで敵を追い払うための防御手段なんだよね。毒針みたいに見えるのはその鋭さと硬さが原因で、昔から誤解されてきたんだ。実際は攻撃するより丸まって身を守るのが得意なんだよ。毒がないなら安心して触れるって思ったらやっぱり痛そうだよね。35、北極は氷で覆われているだけ。北極って氷の大地みたいに思われがちだけど、実は海の上に氷が浮いているだけなんだよ。南極みたいに大陸があるわけじゃないから、氷が全部溶けるとその下は広い海なんだ。しかも北極は海だから温暖化の影響で氷がどんどん薄くなってるって言われてるんだよね。じゃあペンギンが北極行ったら泳ぎっぱなしで大変そう？折り返し地点だね。ここまで見てくれてありがとう。まだまだ驚きの雑学がたくさん出てくるよ。36、鳥はすべて卵を自分で育てている。実は鳥はすべて卵を産むけど、すべての鳥が自分で卵を育てるわけじゃないんだよ。例えばカッコウはタクランという方法で他の鳥の巣に自分の卵を産みつけるんだ。そしてその巣の親鳥に卵を温めてもらい、ヒナも育ててもらうんだよね。この独特な習性が知られていなかった昔は、鳥はみんな卵を産んで育てると思われていたみたい。でも今では鳥の子育てにもいろんな形があることが分かっているんだ。まさに鳥界の委託育児の達人って感じだね。37、蜂は1回刺したら死ぬ。よく蜂は刺した後に死ぬって言うけど、死ぬのはミツバチだけ。他の蜂は何度でも刺してくるんだよね。ミツバチが死んじゃうのは刺した時に針が引っかかって内臓が一緒に抜けちゃうからなの。スズメバチとかは平気でリピート攻撃してくるよ。ミツバチ命がけで刺すってちょっと真剣すぎるよね。もっと気楽に生きてほしい。38、月の裏側は真っ暗。月の裏側は真っ暗だと思われがちだけど、実際には太陽の光が当たって明るいこともあるんだ。地球から見えない部分を裏側って呼ぶから暗いイメージがついちゃったんだね。
月の裏側に秘密基地とか、ちょっとロマンあるよね。39、脳は 10% しか使われていない。この説は20世紀の初頭に広まったんだけど、これね、昔の研究者は脳の大部分の機能はまだわからないって言ったのは誤解されちゃったのが始まりなんだよ。現代の神経科学の研究では脳は休んでる時でもほとんどの部分が動いてることが分かってるの。 MRI とかで脳の活動を可視化できるようになってちゃんと証明されたんだよね。私の脳もフル稼働してるはずなのに、なんかいつも眠いけど。40、花は虫に頼って受粉している。花は虫に頼って受粉してると思うよね。でも実は風や水を利用して受粉する花もあるんだ。例えば稲やトウモロコシは風によって受粉するんだよ。虫がメインのイメージが強いのはカラフルで目立つ花ばかり注目されてたからなんだよね。風に頼るなんて自然界のフリーランスって感じがするよね。41、ラクダのコブには水が詰まっている。ラクダのコブに水が入ってるって思われがちだけど、実は脂肪が詰まっているんだ。この脂肪をエネルギー源として利用することで、水がなくても長時間砂漠を歩き続けられるんだよね。コブイコール水の貯蔵庫という誤解は、砂漠で水を蓄えるというイメージから広まったんだよ。自分の非常食を背負うラクダ。なんだかサバイバルの達人だよね。42、地球は完全な球体。地球はまん丸じゃないんだよ。赤道部分が少し膨らんだ楕円型なの。これ遠心力のせいなんだって。昔の天文学者たちは球体ってざっくり説明したけど、今の観測技術でちゃんと形がわかるようになったんだ。地球もぽっちゃりしてるのか。親近感湧くわ。43、犬は白黒しか見えない。犬は白黒の世界で暮らしているってよく言われるけど、俺も実は誤解なんだよ。犬は赤色や緑色を区別するのは苦手なだけで、青色や黄色はちゃんと見えてるんだって。だから犬の視覚は一部色盲と言った方が正しいかも。犬の目には犬の世界が広がってるんだね。44、ホタルの光は常に一定。ホタルの光は一定だと思う人も多いけど、実は点滅の速度が種類や状況によって変わるんだよ。これを使って仲間や異性に合図を送っているんだ。一定のリズムで光っているように見えるのは規則的なパターンがあるからなんだって。ホタル同士のモールス信号ってなんかかっこいいね。45、ワカメを食べると髪が増える。ワカメイコール髪にいいって信じてた？確かにワカメにはミネラルが多いけど、それが直接髪を増やすわけじゃないな。健康にはいいけど、髪のボリュームに直結する効果はないみたい。この飯、昔の広告とか健康番組の影響らしいよ。46、白い砂糖は体に悪い。白砂糖よりも茶色い砂糖の方が体にいいみたいな話よく聞くけど、科学的にはそんなことないんだよ。体に悪いかどうかは摂取量の問題で、白砂糖自体は特別危険ってわけじゃないの。茶色い砂糖の方が健康的っていうのも実は微々たる差なんだ。つまりお菓子食べる理由が減らないってことね。やった。47、花崗岩は硬い。花崗岩は硬いって言われるけど、実は圧力や風化によって簡単に崩れることもあるんだよ。硬いというイメージが強いのは、建材や彫刻に使われる加工後の状態をよく見ているからなんだ。花崗岩だって頑張ってるのに風に負けちゃうなんて切ない。48、ダイヤモンドは地球上で一番硬い物質。ダイヤモンドは最も硬いってみんな聞いたことあるよね。でも最近科学者たちはもっと硬い物質を見つけたんだって。その一つがノンズデライト。ダイヤモンドと同じ炭素からできているんだけど、原子の並び方が違うだけでダイヤモンドより硬いらしいの。他にもグラフェンっていう驚きの強度を持つ素材もあるんだよね。自然界の秘密って本当に奥が深いよね。49、シーラカンスは絶滅した。シーラカンスが絶滅したと思われてたのは1938年に南アフリカで再発見されるまで化石でしか見つかってなかったからなんだ。それが再発見されてから生きた化石なんて呼ばれるようになったの。今ではインド洋の深海など特定の場所でひっそり生きていることは確認されてるよ。シーラカンスって自然界のまだいたよ詐欺のプロかもね。50、アリはすべて集団で暮らす。アリはいつも集団で働いているイメージがあるけど、実は単独で生きるソロアリという種類もいるんだよ。このアリたちは一匹で巣を作ったり餌を集めたりするの。ソロアリってそのまんますぎてちょっとツボかも。一気に15連続で紹介したよ。どれも面白かったよね。
次もさらに驚きの雑学が待ってるからどんどん行ってみよう。51、アリは小さい。アリは小さいって思うよね。でも世界最大のアリは体長が3センチを超えるイノコネラという種類なんだ。意外と大きくて迫力満点だよ。3センチのアリなんて部屋にいたら絶対退治できないよね。52、マリー・アントワネットはパンがなければお菓子を食べればいいと言った。マリー・アントワネットのパンがなければお菓子を食べればいい。あの有名な言葉、実は彼女が言ったわけじゃないって知ってた。そもそもこの言葉が初めて記録されたのはジャック・ルソーの告白という本。でもそこにはある高貴な女性が言ったとしか書かれてなくて、マリー・アントワネット本人が言った証拠はないんだよね。さらに記されていたのはお菓子じゃなくてブリオッシュなんだって。ブリオッシュってリッチな材料を使った贅沢なパンで、普通のパンがないならちょっと高いパンをどうぞくらいのニュアンスだったのかもしれないね。知らんけど、ただこの言葉が彼女に結びついたのは後世のプロパガンダの影響が大きいんだって。歴史の裏側を知ると言葉の印象が全然変わるよね。パンもブリオッシュもなかったら私は絶対焼肉だけどね。53、宇宙には酸素がない。宇宙には酸素がないって思われるけど、実はごく微量だけ存在してるんだ。ただ人間が呼吸できるほどの量じゃないけどね。酸素が微量。宇宙に行くと空気の大切さが身にしみるね。54、ウナギは淡水で生まれる。ウナギは川で見かけることが多いけど、生まれるのは海なんだよ。太平洋の深海、特にマリアナ諸島近くが繁殖の場なんだ。昔はウナギがどこで生まれるのかわからなかったから川で生まれると思われてたみたい。つまりウナギは生まれた時から長距離移動派なんだね。55、ブラックホールは無重力。ブラックホールは無重力だと思われがちだけど、実際には超強力な重力を持ってるんだ。この重力が光さえ逃げられない理由なんだよね。無重力じゃなくて小重力。なんか地球のジムに欲しいかも。56、お酒を飲むと体が温まる。寒い時はお酒で温まるって信じてない？実は逆なんだよ。お酒を飲むと血管が広がって皮膚の表面に熱が逃げちゃうの。だからカーッと一瞬熱く感じるけど、熱が逃げるも体全体は冷えるんだって。あとは昔の人の思い込みで気分が温まるイコール体も温かいっていうのがあって、これも原因。熱燗は心が温まるための飲み物ってことね。納得。57、ウミガメが泣いている理由は悲しいから。海岸で産卵するウミガメが涙を流している姿感動的だよね。でもあれは感情的に泣いているわけじゃなくて、体内の塩分を調整するために涙を出しているんだって。海水を飲み込んだ後、余分な塩分を涙として外に出しているだけなんだよ。それでも頑張ってる姿を見るとやっぱり応援したくなっちゃうよね。58、ナポレオンは低身長だった。ナポレオンって背が低いイメージがあるけど、実は当時のフランス人男性の平均身長 165cm より少し高い約 170cm だったんだよ。低身長イメージが広まったのは敵国イギリスのプロパガンダやフランスとイギリスで使われてた身長の単位の違いが原因らしいよ。ナポレオン低身長キャラ扱いされたまま後世に語り継がれるなんてなんかかわいそう。59、亀は遅い。亀ってノロノロしてるというイメージがあるけど、実は種類や状況によっては意外と速いんだよ。陸を歩くときは確かに時速 0.3 から 0.5km 程度でゆっくりだけど、水中ではスイスイ泳いで、種類によっては時速 20km 以上で移動することもあるんだ。特にウミガメは泳ぎの名人で、長い旅をするためのスピードとスタミナを持ってるんだ。亀が遅い動物の代表になっちゃったのは、陸上での姿しか見られる機会が少なかったからなんだよね。昔話のウサギと亀もこのイメージをさらに強めたんだと思う。でも水の中ではそのイメージが一変するから驚きだよね。亀のスピードを見たらモロモの亀じゃなくて水中のアスリートって呼びたくなるかも。60、宇宙は完全に真っ暗。宇宙って真っ暗なイメージがあるけど、実は完全に真っ暗じゃないんだよ。星や銀河からの光が宇宙空間を照らしているし、地球近くでは太陽光が反射して意外と明るい部分もあるんだ。さらに宇宙背景放射ビッグバンの名残の微弱な光も存在してるんだよね。昔は宇宙空間は光が届かない暗闇だと思われていたけど、観測技術が発達するにつれて宇宙が完全な闇じゃないことが分かったんだ。暗いのは確かだけど真っ暗というのはちょっと誤解なんだよね。
真っ暗じゃないなら宇宙の夜景ツアーなんて楽しそうじゃない？さあ、ラストスパート行ってみよう。61、ゴリラはバナナが主食。ゴリラといえばバナナと思うよね。でも実際にはバナナはゴリラの自然な食生活にはあまり登場しないんだよ。ゴリラがよく食べるのは果物や植物の葉、時には昆虫など。バナナは人間のイメージが作り上げたゴリラの主食って感じだね。もしかしたら忙しい現代人よりもバランスの取れた食生活をしてるかもね。62、サラダは必ずヘルシーなわけではない。サラダってヘルシーなイメージがあるけど、実はドレッシングによってカロリーや糖分が高くなることもあるんだよ。例えばクリーミーなドレッシングや甘みのあるフレンチドレッシングには砂糖や油がたっぷり含まれていることもあって、かえって高カロリーになっちゃうんだ。ヘルシーなサラダにしたいならドレッシングを控えめにしたり、オリーブオイルやレモン汁だけで味付けするのがおすすめだよ。サラダにたっぷりのクリーミードレッシングをかけたら、ただの野菜の上に乗ったスイーツみたいなものかも。63、牛は赤色を見ると興奮する。闘牛士の赤い布を振ると牛が興奮するってよく言われるけど、実際には牛は赤色を見分けられないんだよ。牛を刺激しているのは赤い布そのものではなく、布が振られる動きなんだって。赤色が象徴的に使われているのは人間のための演出だったんだね。64、ブルーライトは目に悪い？ブルーライトは目に悪いってよく言われるけど、実際にはそれほど有害じゃないこともあるんだ。確かにブルーライトは強い光なので長時間浴びると目が疲れる原因になるけど、特別に目に悪影響を与えるわけではないんだよ。むしろブルーライトは自然の光にも含まれていて、体内時計を調整する役割を果たしてるんだ。夜遅くに浴びすぎると睡眠に影響が出ることもあるけど、それが目に悪いという誤解につながったみたいだね。だからブルーライトを適度に浴びるのは全く問題ないんだ。スマホやパソコンを使うときは休憩を入れたり、画面の明るさを調整すれば大丈夫。目を守りつつブルーライトとうまく付き合うってちょっとした光のマネジメントだよね。65、白クマの毛は白い。驚くかもしれないけど、ホッキョクグマの毛は白じゃなくて透明なんだよ。毛の中が空洞になってて光が反射して白く見えるだけなの。この勘違い、見た目からの思い込みが原因だよね。透明の毛、なんか SF 感あるよね。ちょっと欲しいかも。66、人間は完全に進化した？人間は完全に進化したと思われがちだけど、実際には進化は今も続いているんだよ。例えば最近の研究では特定の遺伝子が変化して乳糖を消化しやすくなったり、寒冷地に適応する遺伝子が広がったりしていることが分かっているんだ。進化って環境や生活習慣に応じて少しずつ変化していくものだから、完成型になることはないんだよね。私たちも環境に合わせて日々進化しているって考えると、なんだか未来が楽しみになってくるよね。67、キラニアは人間を襲う凶暴な魚。キラニアといえば人間を襲う怖い魚というイメージがあるけど、実際にはキラニアが人間を襲うことはほとんどないんだって。むしろキラニアはおとなしくて臆病な性格で、危険を感じると逃げることが多いらしいよ。映画やテレビが作った怖いイメージが原因なんだね。68、水が沸騰するのは100度。水は温まると必ず沸騰すると思うよね。でも実際には大気圧が関係していて、気圧が低い場所では沸点が下がるんだ。例えば高知では気圧が低いため100度より低い温度で沸騰するんだよ。逆に高い圧力をかけると100度を超えても沸騰しないこともあるんだ。昔の人たちは気圧の違いを知らなかったから、水は100度で沸騰すると単純に考えてたみたい。でも科学の発展で沸騰は温度だけじゃなくて気圧に左右されることが分かったんだよね。だから水は必ず温度で決まるって考えるのはちょっと早とちりかも。69、バナナは木になる植物。バナナって立派な木に見えるけど、実は木じゃなくて草なんだよ。幹みたいに見える部分、あれは全部葉っぱが重なってるだけなの。だからバナナは草の仲間っていうちょっと地味な正体なんだよね。木じゃないバナナがあんなに堂々と立ってるって、草界のリーダー感すごいよね。70、ピラミッドは奴隷が作った。ピラミッドって奴隷が汗水流して作ったってイメージが強いけど、実は熟練した職人や労働者が作ってたんだよね。しかも賃金も出て食事や医療のサポートもあったっていう記録が残ってるの。意外とホワイト企業だったのかも。
ピラミッド建設がホワイトだったなんて、私もその時代に転職したかった。ご視聴ありがとうございました。今日の雑学、楽しんでもらえたかな？間違った雑学って意外と多いよね。ぜひ、あなたが知ってる雑学もコメントで教えてね。高評価とチャンネル登録もよろしく。それじゃ、また次の動画でお会いしましょう。